イラストのクオリティは全然問題ないと思うねんけど、やっぱり破れてるっていう要素、排水のキャラクターらしくて HP が減ってると強くなるのかな。服が破れることによってみんな期待することって何？男女関係なくポロリとかチラリズム系がやっぱり期待しちゃうのよね。破れたところでそこが表現されてないからっていう風になっちゃうわけよね。イラストとしてはすごくよくできてるけど、伸びなかった理由としてはそこかな。カーキからやっていきましょう。ちょっとメインが分かりづらいのと、この星目あるじゃん。この星目ってね、視線が分かりづらくなっちゃうのよな。どこ見てんのか正直ちょっと分かりにくくなっちゃうのよな。さらにこれ、こっち目も髪の毛に被って目隠しちゃってるやんか。この目を使うときはね、かなり瞳をオーバーにした方がいいのよ。今、もうこの子を見てるっていう雰囲気をするんだったら、しっかり眼球をそっちに向けるようなイメージ。ハイライトが結局光の向きで位置が変わるやんか。こちらに場所を認識させるための情報やね。この位置によって、この辺りに置くと、自然となんか、こっち向いてそうだなって雰囲気は見えるやろ。この丸が中心の方にあった方が、目線が合ってるような見えるやろ。だからハイライトをごちゃごちゃ置いてあったりすると、どこ向いてんのっていう状態になるわけ。一番メインのこいつが、向きの担当にしてるわけね。で、同じような光のやつになって、で、このメインのやつが合体しちゃうと、もう隠れミッキーみたいになって、なんかまた別のものが見えちゃうわけ。メインじゃないハイライトのやつは、あまりごちゃつかせずにっていう話をしてる。で、この椎茸目は何が起きてるのかっていうと、それがでかすぎるから。どこ向いてんのかよくわからんようになるって話。だから、極端に瞳とかを動かす必要があるよというお話。これをするだけで、あからさまにこのキャラ見てるよなっていう感じがあるやろ。はい、野良猫くん。まずすっごいダメな点。イラストここやのに、見せたいものがど真ん中にない。これとこれだったらどっちの方が顔見やすいよ。こっちの方が全然顔見やすいよ。この髪の毛とかもさ、結構特徴的やし、この髪の毛とかにも感情を乗せたりできる。手とかの仕草とかもつけれるじゃん。これをもっと引いて、お茶会を楽しんでるとかにして、後ろに椅子とかもつけれるよね、こうやって。街の喫茶店って言ったら、やっぱり日陰が強いとこにあったりしたら、傘みたいなやつがポーンって立ってたり、じゃあすごい情景わかるよね。これぐらいやって、笑顔の証明を作らんかい。なんでフリーナは笑顔なんだい？雰囲気ある絵になったじゃん、勝手にこう。お茶してる時に旅人と一緒に会話したりして笑ってるんだろうなっていう共感が得られるわけだ。だから、いいねとかするわけ。これがイラストじゃい。次、似てないっていうのと手がちっちゃいな。自分の手って顔ぐらいあんのよ。この幅で顔の半分ぐらいないとあかんのよ。手を顔に置いたら、手のひらでこれぐらいないといけないってわけよ。これぐらいに合わせると、ちょうどいいぐらいの大きさになるわけ。それはさておき、顔が全然可愛らしくないねん。例えばやけど、こっちをしっかりウインクさせておいて、俺これよく描くけどめっちゃウケいいで。多分この口描いて5000以下取ったことないもん。みんなね、結構顔がありきたりなのよ。下のまぶたとかもしっかり動かす。眉毛とかもキュッとこう、目元に力を入れるって。感情がこもってるんだったら、目とかももっとキラキラにしてもいいのよ。これとこうやったら全然違うっしょ。照れさせてんよ。これ何したかっていうと、こう集めたのよ。ギュッとこう、力を。こうやったらわからへんねん。力が分散してんのよ。この顔だったら、リツイート言ってたんじゃないって思うけどね。ほら次。手の表現としてはいいけど、先端の形が真四角すぎて、分かりづらいな。小指が曲げてるような表現に見えないから。で、これがちょっと四角すぎて、指なのかどうかが分かりづらいから、こことかはもっと明るくした方がいいね。で、これ、輪郭がこっち側に持ってかれてすぎ。全部歪んで持っていってる。髪の毛の流れに顔も持ってかれてもうてる。これは正面顔になってないね、だから。これあくまで下向いてるからな。下向いて口を開けてるって感じだからな。しっかり上唇をやって、で、ここのあたりを暗くする。で、歯とかをつける。さっきのこの状態やったら、全然下向いてる状態じゃないねん。この顔変に見えるやろ。ぐねってこうされてるように見えるやろ。次、失敗の典型例よ。口を前に持ってくるから、もうそこで失敗するんだって。こいつだよ、原因は。鼻よりな、こっちに持っていけばいいんじゃ。鼻が前なんじゃ。難しいんじゃないんじゃ。眉毛が前で、目の方がへっこんどるんや。それだけじゃろうがよ。前に出て、へっこんでて、前に出て、へっこんでて、上に行って、前に出て、へっこんでて、これだけじゃ。上に行って、前に出て、
ちょっと前に出て、めちゃくちゃ前に出て、下に降りて、下に下がって、ちょっと横に行って、これだけじゃ。見てみこれ。おでこもそうなっとるやろ。前に出とるな。前に出とるな。へっこんどるな。書き順書いとるここに。横顔で書き順書いてくれとるな。前に出て、へっこんでて、前に出て、へっこんでて。書き順書いとるやないか、ここに。お約束事を守ればいいだけでしょうがよ。こういうこと。これを守れば書けるから。ハイライトをね、適当につけすぎ。特にこのあたり。ここから下、全然立体的にかけてない。ハイライトっていうのは、一番出っ張ったところの光が反射してるっていう、イメージやな。これつけてるせいで、ここ一番膨らんでるんだっていうけど、ここ膨らむ？肩みたいに今一番出っ張ってるとこを予想できるようなとこにつけない。で、胸から下、このままこう輪切りしていったら、このスカートとか、こんなに下がってていいか？しかもこれ、お尻がちょっと後ろに下がってるやろ？後ろに下がってんねんから、足がちょっと持ち上がって、前に出て、後ろに行ってるとかって、ここでへそがど真ん中あって、足もこんな感じになるかな？胸から下、全然考えれてない。ここを3つぐらいに分けるわけね。胸の胸骨のエリアと、骨盤のエリアと、くびれのエリアと。これが見えてたら、スカート買って、高さだけ分かってしまえば、このルートで裾をかけるわけじゃん。だからここから前に出てるんだなってなるから、ここもスカート本当はこうやって持ち上がらなあかんわけよ。だから、側面エリア、正面エリアって考えないと。これでなんとなくつかめたら、花束とかももっと立体的に描けるでしょうね。次、お家に帰ろう。3000リツイートぐらい追ってるんだけど、でもすっごく悪いところがある。フータオの髪の毛がめちゃくちゃおかしいことになってる。俺から見える景色やと、ここに旅人の首がついてるやん。だけど、フータオの髪の毛がこう存在してるやん。これのせいで、旅人の肩が、ここから首の後ろぐらいから後面が発生してるように見えるわけ。俺が見えてる生え方で言うと、こういう感じに見えるってこと。なんか変だよね。こんなとこに置く場所ないよねっていう。この肩の部分に、そんな乗っかるような面があるかって話よ。ここならわかる。首の後ろにあんなボコって板になるようなとこなんかないよな。明らかに乗ってるやん、ここ。首の後ろ側へん。次、かくやくん。顔が縦長すぎんな。横から人を考えてみ。煽りの時で下を向くっていうことは、これがこうなるわけですね。で、逆に上に上がるとこうなるわけやんか。じゃあこれをもっとフリーナの顔の輪郭に似せて描くとするやんか。煽りになってるってことは、下から見てんねんからさ、見えてくんのって、顎と鼻や。ここ隠れやんなあかん。言うたら重なってる部分が出てくるよな。物が隠れていってるってことやな、こうやって。これだけで下から見てるなっていう風になるやろ？これが煽りの顔ってことで、下から見てんねんから、顔の目の位置の幅とかが変わるよね。これ何も変わってないよ。カメラはこっちやけど、こう向いてるだけやねん。だから、首と顔の角度どうなってるんですかってこうなってるだけなの。顎引かんなあかん。みんな下向いてるだけなんよ、これって。顎が伸びることないねん。顎引いてんねん。だから変やねん。おでこってか、顎を引いてんねんから、ここが見えやんなあかん。こうなるわけよな。こうなるってことは、口を下から見てるってことになんねんで。口を下から見てて、このままやったら、顎出てるやん、これ。口は上向いてる角度。目は下向いてる角度。こういうことよ。これ何ですか、これ。これの正体は、こんな顔ってことよ。これ人間ですか？化け物ですね。化け物描かないでくださいね。それ似ないよね。顎を引いてんねん。顔のパーツは全部一緒にならなあかん。何気なく描いてるんじゃなくて、この歯っていうのは下からこうやって見ないとこういう風に曲がらへんねん。こう湾曲に描いた時点で、これは下から見てる血なんだなっていう風にもう認識してんねん。鼻の下を描かんなあかん。こうやって。目を下から見るように描かんなあかん。じゃあ次、眉毛を下から見たように描かんなあかん。そうなってくると耳も下から見たように描かんなあかん。じゃあ、煽りの顔になる。全然違うやろ？角度変えただけで、下から見てるような顔になるやろ？まつげを下から見たらまつげはこういう風に見えるじゃん。添削結果よ、これが。僕はフリーナさ。水の神さ。水の神って書いてるさ。今話に出てきそうやね。はい、次。でな、みんなこのイラスト覚えといてな。はい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 。ということよ。まずな、ツイッター向けのイラストを描いてこいって言ってて、人気のあるキャラは、それは描けって言ったよ。でもさ、この程度のさ、顔なんてさ、原作にあるやん。まさにこれとか立ち絵でええやん。こんなんいらんやん。これ誰求めてる？わかる？今、この40人、その中でもう3枚あるんやで。10分の1同じイラストがあるっていうさ、状態。
需要ないやん。需要性が全くないのよ。何もないじゃん。新鮮さも。これ見たいかって話。まず自分がさ、見たいか。こんなやつを見たいかって話。まず自分にとって需要ないやろ。これ。自分にすら需要がない。例えばやで、なんで喜んでるのかってつけるだけ。ナイフとフォークを持ってさ、料理が出てきたとか言ったらさ、これだけで全然ちゃうやん。ケーキが好きなところ、わー、ケーキ大好きってなるやん。笑顔に意味が出てくるよな。わーい、ケーキだみたいな。はは、ケーキってなるじゃん。全然ちゃうよな。例えば、これ買って、ただの笑顔なんじゃなくてな、嬉し泣きをしてる時に、大切なものを返してもらったとかみたいなシーンとかをさ、思い浮かべるように描かない。この顔だけって、キャラクターの練習をしてきてくださいって初心者に言うんやったら、顔だけ描いてきてくれたら全然いいけど、X 向けっていうことは、Twitter の誰かさんたちに向けて描くってことになんねんからな。そういうことを頭から抜けてんねやったら、一生いい絵は描けない。これ買って、ベーはベーでもこう、ベーってするだけでもさ、もう全然違うじゃん。本当にゲームやってる？ほんまにこのキャラ好きか？俺の方がこのキャラ好きなんじゃないかって。こんだけいいキャラいてんのに、もったいないよ。かわいそう。キャラがもったいない。残酷やで、世界は。超残酷。じゃあ今日持ってこられたフリーなイラストだけでやったるわ。バトルロワイヤル。好きにバトルロワイヤルすればいい。これ、バトルロワイヤルだ。もうこれで実力差が出てくるやん。はい。これが、ツイッターで、パッて出てくるわけやん、こうやって。でも、この中でも上手いなっていうの、ちっちゃくてもこの3人ってのがわかるやろ？そりゃそうよ。原作の色使いにも似てるし、顔が原作の側やし、原始のキャラクターでこんなんいてたよなっていう風になるしさ。で、PV とかで感じてる、やっぱ水の髪らしいイラストに仕上がってるやんか。ってなってくると、こういうイラストはそれは見向きもされないよねってこれ。この二人と比べてなんでここまで決定的に差が出てるかっていうと、顔が暗いじゃん。顔が不気味なのよ。で、スイちゃんも状況がわからなさすぎるんだって何回も言うけど。あまりにも、アゲローデイズとかそのあたりの血筋が強すぎる。早くここなんとかしよう。じゃあほら、この二人がどうしても生き残ってくるやん。フリーな対戦やったらさ、この二人がどうしても生き残ってくるじゃない。だけど、これ、うちの卒業生ですね。弾むよね。これ小宮ちゃんのイラストね。これが一番ちっちゃかったとしても、明らかこれの方が強いなってわかるやろ？確かにめいゆちゃんも頑張って書いてたかもしれないけども、並べると圧倒的に書き込みが違うなっていうのがわかるやろ？こんだけちっちゃくても。水の演出だったりだとか、キャラクターの演出だったりだとか、全然違うよね。こういうことよな。クエスト添削をね、昨今の SNS を鑑みたりして、ルール改定すんのと、募集項目とかもね、ちょっと増やそうかなと思って。というのも、まあ、ぶっちゃけ、みんな、クエスト添削めんどくさいやろ。募集項目追加、クエスト添削やりたくねえよってやつが多分いてると思うので、SNS の添削か、画力チェックか、イラスト関係の相談。いつも描いてる絵がこんなんなんですと。ここの解釈がわかんねえっす。かかげ先生だとどう描きますかみたいな。だから画力チェックってのも、私の絵古臭いって言われてるんですけど、どうしたらいいんですかとかに使って。イラスト相談の関係やな。先生、私の絵なんでどこが可愛くないんですかって言って。こんな感じのやつをやってください。まあそういう項目が追加しましたということです。次、ランク付け配信。1ヶ月に1回します。で、A ランクになった子は動画で紹介します。例えばやけど、A になった子は DM で、こういう仕事を希望してますっていうのを俺に送ってくれ。コロソの時みたいな感じで紹介してあげるから。こういうのを頑張りたいと思ってますみたいな文章を俺に投げてほしい。ソーシャルゲームの一枚イラストとか募集してますと。任天堂ダイレクトならず掲げダイレクトするわほんま。うちで育てた野菜を直接企業の皆様にリクルートしたいと思います。生産者の買い物載せとくわ。仕事のきっかけ作りかな。多少ルール変わってるかもしれへんけど、まあ大体こんなもんな。